皆さんこんにちは、五戸美希です。3週連続こちら AI 時代の話し方講座お届けしております。今日は2週目ですね。2週目のテーマはこちら、話し方における AI の正しい使い方です。AI を壁打ち相手にする具体的な方法をお伝えしていきます。前回は AI で原稿一言一句作ると失敗しますよと、そのスピーチもプレゼンも聞き手の印象に残らない、自分の伝えたいことが伝わらない原稿になってしまいますよということをお伝えしまして、だから AI は壁打ち相手として使うと、 AI は考える代行じゃなくて考える伴走者として使うと力になりますよということを前回お伝えしました。で、スピーチプレゼンの内容を詰めていくという時にAI を壁打ち相手として使うってどうやればいいんだろうってなってしまうんですね。その受講者の方も壁打ちってどうやればいいんですかっていうふうにお尋ねになる方とても多いので、今日はですね、具体的なプロンプトをご紹介しながら AI を壁打ち相手として使うその方法をお伝えしていきます。プロンプトというのは AI に対して入力する指示のことですね。スピーチトレーニング。まずですね、スピーチとかプレゼンというのは初めから一言一句作るものではないんですね。これだと木を見て森を見ずということになりますので、まずは全体像を作っていくというのが最初の作業になります。で、プレゼンテーションだったら大まかなテーマというのはあるはずですね。例えば会社の若手社員にキャリアについて話すことになった、話すのは10分ぐらい、スライドを使ったプレゼン形式、こんなテーマがあるとします。で、自分は人事部長で50代だとします。で、この前提を生成 AI に伝えるというのは皆さんやっていらっしゃると思います。で、次にどうするかですけれども、こんなプロンプトを使ってください。自分の中で話したいことがまとまっていません。プレゼンの全体像をまとめるため、私にインタビューしてください。目的、伝えたいメッセージ、具体例が見えてくるように質問してください。こんなプロンプトを打ち込んでください。こちら概要欄に載せますね。で、このプロンプトは何がいいかと言いますと、AI 業界でいうソクラテス式とゴール思考を使っております。ソクラテス式っていうのは自己言語化を促すプロンプトのことですね。で、ゴール思考っていうのは何を達成したいのか先に伝える方法なんですけれども、この専門用語を覚える必要はなくてですね、ここで覚えていただきたいのは AI に答えを聞くんじゃなくて AI にいい質問をしてもらうという考え方ですね。スピーチトレーニング。ではですね、続きまして先ほどのプロンプトを使うと AI はどんな質問をしてくれるのかまとめていきます。全体像をつかむ質問をしてくれるはずなので、こんな質問が来ると思います。1、今回のプレゼンのゴールは何ですか？聞いた後、若手社員にどうなってほしいですか？安心してほしい、行動してほしい、視野を広げてほしいなど。2、なぜこのテーマを話そうと思いましたか？人事部長として最近感じている課題はありますか？ 3、若手社員はどんなことで悩んでいると思いますか？転職、キャリアの停滞感、やりたいことがわからない？ 4、あなた自身のキャリアで当時これを知っておきたかったと思うことはありますか？ 5、今回の話でこれだけは覚えて帰ってほしいという一言はありますか？こうやって5問一気にまとめて質問されるはずです。そして5問まとめてとされて、うわ、めんどくさいってなると思いますね。はい、これはですね、5問一気に答える必要はないんですね。次は回答の方法をお伝えしていきます。スピーチトレーニング。はい、で5問まとめて質問が出ましたら、一番答えやすい質問にだけ回答するというのがいいですね。その壁打ちっていうのは会話なので、テストじゃないので、面接じゃないので、気負わずに回答するというのはとても大事ですね。で、答える順番も1から順番にということじゃなくて、答えやすいところから入っていくというのが正解になります。で、そうやって話せるところから話すことで、自分でも気づいてなかったような本音のメッセージが見えてくるわけですね。
でその AI は壁打ちで使うのがいいって知っている方でも途中で壁打ちが止まってしまうという方もいらっしゃって、で止まってしまう方っていうのは全部きちんと答えようとしている方なのかなという気がしております。きちっとやろうとすると、かなりめんどくさいですからね。その壁打ちっていうのは話せるところから話す、こことてもポイントですね。なんでかっていうと、人間の思考は非線形だからですね。線になってないからです。で、今回の5個の質問であれば3の若手社員の悩みから答えていくのでいいですね。でその若手社員の悩みとして、管理職になりたくないとか、あとはプライベートとか子育てと両立したい、そういうお悩みがあるとしたら、それを回答する。そこからまた AI に深掘りをしてもらうということです。 AI の正しい使い方はこちら。 AI は答えをくれる存在ではなく、自分の中の答えを引き出す存在ですね。こうやって使うといい原稿ができます。スピーチトレーニングということで、3週連続 AI 時代の話し方講座お届けしています。その AI の質問に回答をしていくことで、だいたいこんな話がしたいなとか、こんな話ができそうだなが見えてきますね。そこで次回はですね、AI を使ったプレゼン内容の整理の仕方、どうやって原稿を作らずにプレゼンに持っていくのかということをまとめます。このへみきのスピーチトレーニング、メルマガも配信しています。個別レッスン、動画教材、オンラインサロンもやっています。詳しくはプランの一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。